こんにちは、ナナです。ケンさんもいつもご覧いただいている皆様、ナナちゃんゲーム始まるよ。ナナちゃんゲーム、本日も始まりました。よろしくお願いいたします。皆様、今までいろんなアップデートがありましたが、今回のアップデートは過去一悩む難易度なのではないでしょうか。ということで、本日の取り上げる題材はこちら。ついに来た神アップデート、装備アップグレード、ブラッド階段ナイトの、ちょっと待って、おい。それは全然最後にできなかったよ。おい、ちょい。ピじゃないのよ。もう、ピじゃないのよ。もう、本当に。基本的に、一発撮りの私に対して、初見殺し狙ってくるのやめてほしい。本当に。マジで。即死だもんだって、初見だもん。当たり前じゃん、そんな。動画編集担当者、今回どの人か後で確認しとこよ。マジで。取り乱しまして、ごめんなさい。はい。はい。ナナちゃん、いつもの言ってあげてとカンペが出ましたので、先に進めます。はい。ざっと簡単に説明すると、今回のアップデートにより、武器と防具、いわゆる英雄の通常使用されている武器の、武具のアップデートについてお話しします。後半では私が選んだ種類とその理由、そしてダメージの数値はどこのステータスパラメーターを使用しているのか、アルゴリズムのヒントを公開したいと思います。レッツゴー。まずはどこでするかっていうと、この鍛冶屋のこの下の方にある、転換というところをします。そうすると、こういう風にですね、一定期間内であれば、装備の変更が可能ですよっていうところに出ます。で、注意が必要なんですけれど、その期間が終わっちゃうと、1回だけ変更可能ですって書いてあるので、それ以降は作った時に種類を選ぶっていう方法しかなくなると思いますので、注意が必要です。はい、先に進めます。まずは武器と鎧と靴と兜。この4つ、4セットと言われているものになります。どのジャンルかっていうと、まず1つ目、タイタンというものになります。はい。で、2つ目、ブラッド、血木っていうのかなわかんないけど。はい、次、ナイトの、3種類のジャンル。種類になります。この4種類の武器の中でまたさらに3つのジャンルを分けるんですけれど、ですね、わかりやすく言うと、タイタンの場合は、セット効果を見てもらうと、攻撃力とダメージ増加の2種類がありまして、英雄のキャラクターに合わせてっていう場合は、火力役、攻撃力重視のキャラクターにセットするのがいいのかもしれないです。私が何を選んだかっていうのは後でお話しします。はい、次ですね。鉄木でいいのかな、ほんとマジわかんないんだけど、誰か知ってたら教えて。はい。で、ブラッドのやつなんですけど、このセット効果はですね、ヒットポイントですね。40%、ダメージの軽減が3%。なので、この効果の場合は、おそらくタンク、盾役ですね、のキャラクターにセットするのがいいんじゃないかなと思います。次、ナイトですね。このセット効果を見ていただくと、最初のタイタン、ブラッドのセット効果は2つしかなかったんですけど、ナイトに関しては3つあります。装備の攻撃力が 10%、ヒットポイントは 20%。で、ここに3つ目のスキルダメージ増加 4%。数値の増え方で言うと、最初の2つよりはぐっと下がるイメージですね。なので、どういうキャラクターに使うかっていうのは、おそらくマルチプレイヤー、攻撃もできて、防御もできて、あとは補助的なスキルを何かしら持っている、備えているっていうキャラクターに合うんじゃないかなっていう風なイメージですね。はい。ではですね、私の場合のお話をしたいと思います。まずはですね、ジャンルとか種族、フォレストだったり、クランだったり、ユニオンだったりとか、いろいろ総合的なものを考えてやったりとか考えるのって、正直私の場合はめんどくさいなって思ったので、どうやって分けて考えたかっていうと、初級、中級、上級っていうタイプで分けました。初級の場合はですね、とにかくセット効果をシンプルに考えた時に、攻撃力と温化させるタイタンを初級の場合はセットで揃えた方がいいと思いました。なんでかっていうと、正直武器のね、種類選択ミスると弱くなるんですよ。
弱くなるっていうか、勝てなくなっちゃうんですかね。変な現象が起きるんですけど、勝ててたのに何でも負けんのみたいな。何でも負けたのどういうことってなっちゃうので、初級、中級、上級っていう風に分けて考えた方が分かりやすいかなっていうので考えた時に、私はタイタンで全部揃えた時に、負けなくなったっていう言い方は変なんですけど、勝ててたのに負けたっていうのをタイタンに戻したら、通常通り勝てるようになってたとか、元に戻ったっていう形なので、初級の場合はタイタンでいいんじゃないかなと思います。次ですね。じゃあ中級は何よっていう話なんですけど、中級はこれブラッドなんですね。はい。なんでかというと、タンクの盾役ですよね。ダメージが少ないとか、持久力につながるっていうことは、攻撃力は今までと変わらないので、相手の攻撃を今までよりも長く耐えることができるっていう戦いができるので、その考え方ってもう初級じゃないんですよね。中級者なんですよね。自分はそういうのを考えて戦闘のタイプを、英雄を揃えてますとか戦術を立ててますっていう人に関してはこっちの方がいいんじゃないかなと思います。じゃあ残る上級はっていうと、そうです。ナイトですね。ナイトは、これね、間違いなくなんですけど、本当に強くないと、このセット効果って、効果が発揮されないんですよね。されないというか、私が勝てなくなったって言ってたのはこれなんですよね。ナイトの装備にしたら、なんで今まで勝ててたのに負けてんのみたいな感じの条件になったのはこのナイトなんですよね。なのでこれって本当にガチでトップランカーとかトッププレイヤーの人、もう周りに敵なんていないぜぐらいのレベルの人たちがセット効果一つ多い方を選んだ方がいいんじゃないかなと。そこまでじゃないよ。私とかって本当にレベルがそうでもなくって、私正直最弱のプレイヤーなんですけど、はい。これは自他ともに認めてるんですけど、私ほんとガチに最弱プレイヤーなんですよ。私めちゃめちゃ弱いんですよ。で、弱いプレイヤー私みたいなのが、これをつけるとさらに弱くなるっていう負のスパイラルが生じるので、これはね、あんまりね、おすすめしないんですけど、どうせするっていう場合は本当にトッププレイヤーの人たちとかがやるべきアイテムなのかな、装備なのかなっていうのは個人的に思いました。なので私初級者なので、初心者初級者なので、タイタンにさせていただきました。はい。わかりやすいしね、攻撃力が増えた方がいいやっていう単純な考え方なんですけど、そういうので選びました。はい。次はですね、皆様お待ちかねの攻撃力とかそういうバフだったりとかのどこを基準にステータスパラメータをアルゴリズムに組み込まれてるのかっていうのを今度お話しします。ではですね、その、バフだったりとか、強さっていうのはどこで皆さん判断するかっていうのを、ちょっとお話しするんですけど、基本的には多分皆さんが思ってる強さとかを判断する。この影響力だったりとかの中の数字を増やすやり方っていうのを、私もそうだったんですけど、実はですね、アルゴリズムはここを反映させてるのもあるんですけど、ざっくりですよ。お話しすると、キャラクターのところ、影響力とか、この精密戦力、正しいステータスとか、そういう感じでアップデートされたんですけど、そういうところで皆さん判断するんですけど、そこじゃなくて実はここですね。ここにある基礎攻撃力っていうのが実はありまして、すごい重要なんですよ。基礎攻撃力は、分かりやすく言うと、この基礎攻撃力がそもそも低いと、どんなにバフを強くパワーセンテージを上げてもですね、数字は増えないんですね。はい。これをね、教えると、私の優位性とか、くなっちゃうのかなと思ったんですけど、いや、そんなことねえかなと思ったので、大丈夫かなと。大丈夫じゃないんですけど、なんでかっていうと、私最弱なんで、これ以上弱くなるってことないだろうなと思ってるんで、こういったところを見て、数字を上げてってください。自分が思ってたほど数字が上がらないなっていうのは、おそらくここを見て上げてないからだと思うんですよね。まずはこれを上げないことにはどうにもならないです。これ、アルゴリズムの中のこの一つのお話なんですけど、他にももっといっぱいね、あるんですよ。ここだけじゃなくて、これも影響してるよとか、そういう数字とか、いっぱいあるんですけど、いっぱいある中のうちの一つっていうお話なので、あれが全てじゃないんですけど、まずはそこを上げないことにはっていうところで、今回皆様にお話をさせていただきました。はい、では本日のまとめいきましょうか。今日は新しいアップデートの武器とか防具とかをお話しさせていただきました。タイタンとブラッドとナイトの種類ですね。そのセット効果というものについてもお話しさせていただきました。あとはそのセット効果も私
の考えなんですけど、初級と中級、上級使い分けた方がいいんじゃないかなっていう考え方をお話しさせていただきました。あとは基礎攻撃力かのお話、バフがどういう風なところの数字をデータをチョイスされてるのかっていうところの一つをお話ししました。他にもね、使われてるところ、チョイスされるところってあるんですけど、基礎攻撃力、数字が高い人ほどバフの効果がすごく、目に見えてわかりますっていうようなことになっております。そんな感じでお話しさせていただいたんですけど、今回は私の考えっていうだけなので、別にこれがいいとか悪いとかではなくて、私はこんな風にすごい簡単にざっくりとした考え方でやってますっていうだけですね。あとはですね、そうだな、自分の強さがあるじゃないですか。パーティーが強いか弱いかとか普通かっていう。で、私はなんで最弱かってずっと言ってるかっていうと、実はそれを判断できる計算式が実はあってですね、また今度ね、お話ししようかなと思います。そうですね、その話、自分がね、強いか弱いかの判断基準をね、どこで見るか、どこで計算の数字を使えばいいかっていうのがね、分かればね、多分、そのお話はね、また今度、はい。で、100いいねついたら、その動画作ろうかな。で、100いいねでその話でしょ？じゃあ500いいね。500のいいねがついたら、なんか歌歌います。何の歌歌おうかな。ちょっとわかんないけど、でも、はい。500いいねがついたら、この歌歌ってくださいって言われたら、リクエストがあれば歌おうかなと思います。はい。では本日もお話を聞いていただきありがとうございました。それでは、元国王のナナでした。バイバイ。